旦那様のお話を聞くのが好きだとおっしゃっていますが、旦那様のお仕事の話など聞いていて辛そうだな、大変そうだななど、ネガティブな話の時はどういう心持ちで聞いて、どんな対応をされますか？そう、それね、これ聞いてみたのよ、旦那さんに。どういう心持ちで見えますかって言ったら、楽しんでいる心持ちで見えますって。まさにそう。へみたいな。おいでみたいな。そしたらなんつったみたいな。でも基本味方だよね。絶対味方だよね。旦那さんとの間で感情的になりませんかって質問が来てくる。今の感じではなんないのかな。なんだろう、なんか基本はでも感情的にならないもんね。感情的っていうのはさ、わ楽しいとか嬉しいとかっていう感情がもちろんあるんだけれども、例えば怒りという感情は起こるよね。起こるんだけど、私にも起こるの。ただそれに乗っ取られる、自分の体を乗っ取られるということがない。それが嫌で、乗っ取られ始めそうっていうのにも気づくから、ちょっと待って、なぜ今これが起こったことは全然おかしくなくて、起こることによって手放せる自分の思い込みももちろんあるから、なんだみたいな感じで思うよね。どちらかというと、こうわーって話してて、そうなのみたいな、何かこう起こることがあったとしても、それに起こる自分の内側を探求する方がちょっと楽しみなので、この案件はこれ以上掘り下げずに、あとちょっとゆっくり考えようって思いながら、あとは彼の話を聞いているっていうか。娘が生まれてから旦那さんに対して前みたいに優しくできなかったり、分かりやすい愛情表現ができません。娘が生まれる前は旦那さんのことが大好きでたまらないという感じだったのに、旦那さんに向けてた愛情が娘に移動してしまったような感じで、子供が生まれた後も旦那さんのこと大好きにキュンキュンでいられる秘訣を教えてください。彼女の座から降りない。なんかそれじゃないですかね。なんか母親的になったりさ、あるよね。でもあとは一緒にさ夜泣き対応してたりするとさ、もうはい選手交代みたいな、なんか戦友みたいな感覚ももちろんあるんだけれども、だからといって彼女の座から降りないっていう、今度どこに出てこうかみたいなとか、一生恋していたい彼女の座からは降りないみたいな、多分なんとなく自分の設定としてあるような気がするんだよな。それが楽しいから。なんかこうすれ違った時に「その顔がかっこいい」とかさ、朝ごはん食べてる時に「今日もかっこいいよ」みたいな思うのが幸せだから、多分これをずっと続けていこう。でよく3年経つとホルモンがみたいなのがあるじゃん、と思うときっとその世界が出来上がるから、一生恋をしてみる、一生恋をし続ける、一生彼女でいる、80歳になっても彼女としてなんか今日いいお天気だねって手つないで散歩するっていうのがいいなって思ってるね。10年前に大好きな父を病気で亡くしてます。今回デートを重ね大好きになってきた方と距離が縮まりだした矢先に不安な気持ち、なぜか父と存在を重ねてしまって、いなくなったらどうしようと泣いてしまうことが何度かありました。何かアドバイスあったらお願いしたいです。こんな大好きな人がいるということが素晴らしいよね。そうだね。それでも十分幸せなんじゃない？不安になるのはなんででしょうね。それは起こってないことを考えるからね。そうだね。起こってないことを考えるんだよね。今にいないと不安になるよね。不安か後悔になるよね。でそれは普通にあることだよ。普通人間って大好きな人ができたら失ったらどうしようっていうのが必ず恋の裏表だから。そう。誰に対してもあるよ。大好きな友達だってあるよ。でもそれを丸ごと認めて生きていくのが人生じゃないですか。だからこれぐらい悲しいなって思うぐらい好きな人がいるんだなっていう幸せの方にフォーカスしていこうよ。現在にとどまる秘訣、五感で美しさを発見していくこと。今こうやって今は隣に、例えば隣にいてもさ、この人を失ったらどうしようって悲しくなったりさ、彼が携帯見たらさ、なんか私との時間がつまらないのって思ったりとかさってあるじゃん。
でもさ、そのためにさ、ね、本当にどうやって生きたいんだっけっていうさ、この今の至福のこれを心から味わって、このエネルギーを発信して、それをまた未来にもう一回見たいわけじゃん。不安か後悔に流れる方がさ、イージーだから人間って。意識の話が通じない旦那さんとどんな話をしていましたか、昔ですね、どうでしたか？永遠の平行線っていうね話を何回かしてるけど、意識の話以外の話をしているな。どちらかというと意識の話は私がよく知ってるからさ、それ以外の話を聞きたいわけ。世界の面白い話を。でそれは旦那さんの仕事の話だったり、人間関係だったりで、私の中でどういうことはこういうことなんだなっていうのを読み解いたり、あと私結構疲れたとかため息みたいなのを結婚前はあんまり良くないものだと思ってるでしょ。はぁとか隣で言われるとさ、マジでみたいな。でも旦那さんはさ、もうすごくカジュアルに朝からさ、はぁ疲れたみたいなカジュアルにため息をつく人だからさ。でもこんなにため息をついてもこんなに人に愛されてこんなに拡大していくのはなぜなんだろうって、彼のため息に罪悪感がゼロなんだなって。で彼のため息は深呼吸なんだって思って、これ深呼吸だよねって言ったら、よく分かったね、気持ちいいんだよみたいな。なるほど、これを深呼吸と捉えていいものだと思うのか、これをため息だと思って悪いものだと捉えるのか、私のエゴだったなというふうに発見が広がるっていうかさ。でそれはこういうことだよねとかっていうのは言わないんだけど、そういう仮説検証として彼はすごく良質なコンテンツをいつも提供してくれるので、彼と話すことは普通の3次元の話でも私の中では4次元の理解がぐんと深まって、私の場合他の人に対してほぼソースの視点で見ることができてて、人間関係の悩みはない。ただ旦那さんだけがうまくいかない相手なんです。これは何でしょうか？旦那さんが一番自分の課題を浮き彫りにしてくれる相手だから、一緒になっている。なので順調ですよ。順調。それは。でそこの旦那さんに対してソースで見れないっていうところに、自分がその癖だったりその考え方だったりっていうのを存在がちょっと許せない何かがあるよね。でそれが本当に、それは別に、自分はそれはしないけどそれはあってもいいっていうフラットな視点に戻れた時に、旦那さんにさえまるで他人に向けるようなソースの眼差しが向けられるようになる。その時自分の中の分離していた課題が統合して、この人と結婚してなりたかった自分っていうステージにいられるんですよ。だからそのために彼は頑固にその場所に留まってくれてるわけ。みんなはそこまでその課題に対して真剣な存在としては存在してないけど、彼は唯一あなたを幸せにするために、あなたも軽くするためにその場所でそれをしてくれている。